おはようございます。あやです。ヒロです。今回はアイスランド総集編ということで、7日間のアイスランド旅行でかかった費用や具体的な滞在方法、あとはおすすめの回り方などをご紹介させていただければと思います。はい、まずは皆さんが一番気になると思いますアイスランドでかかった滞在費用です。最初に言っておきますが、この世界一周旅行の中で予算と一番乖離があったのがこのアイスランド旅行です。高かったね。予想外の物価高だったりだとか予想外の出費っていうのがありますので、そこを含めて皆様にご説明させていただきます。まずアイスランドの予算として考えていたのが、7日間で約26万円です。これは飛行機代を除いた金額になります。予算は本当にざっくり計算ですが、7日間なので宿泊費1日平均1万として考えて、宿泊費で7万円、食費で7万円で、交通費、これはレンタカー代だとかガソリン代にかかるお金で、ここは12万円の予算で見ていました。で、12万円に関してはレンタカーは、出発前に費用を調べていて、最安値の普通車の値段がだいたい10万円ぐらいだったので、それにプラスでガソリン代が2万円ぐらいとして考えて、そこの、費用を反映させていました。今考えたらって感じだね。今考えたら甘いよ、全然甘い。まあその宿泊費1万円、食費1万円っていうのもヨーロッパと同じ物価で考えていたので、今もう考えたら北欧は全然やっぱレベチだね。この予算26万円に対して実際にかかった費用は32万8000円です。高いよ。高いね。約7万円オーバーですね。で、費用の、内訳の概算を、説明させていただきます。まず予算、宿泊費予算7万円に対して実際かかったお金は、3万円でした。食費はこちらも予算7万円に対して実際かかったお金は1万6000円。めちゃめちゃこの2つは抑えたね。そうだね、抑えたね、本当に。ただ、ここからが問題で、交通費予算、先ほどレンタカーとガソリン代の交通費の予算が12万円と言いましたが、これが、予算膨らみまして、かかったお金が19万4000円。高い。大幅にここ高いです。は上振れしてます。そしてこれは僕らが想定してなかった、その他の費用っていうところで、8万8000円。これらを合わせて、32万8000円という金額になります。何予想外の費用っていうこれ本当だよね。いや、この予想外の、費用に関しては最後に説明させていただきます。で、まず交通費のところです。交通費がオーバーした理由は明確で、まず交通費にはレンタカーと、あとガソリン代がかかります。レンタカー代が予算10万円に対して13万6000円になります。今回アイスランド旅行に関しては、僕ら車中泊で宿泊費を浮かせようと、途中で変更させました。なので最初見てた、普通車乗用車から、キャンピングカーに変更させたので、その分費用がかさんだというところになります。ここで4万円ぐらい増えたんですけど、保証に関しては最低限の一番安いものにしたので、だいたい1日2万円ぐらいで借りれたと思っていただければと思います。で、後で言いますが、この保証に関しては必ず一番いいものをつけた方がいいです。本当フルフルで入れるべき。アイスランドは特にこれは僕らの失敗を糧にしていただきたいです。で、そしてガソリン代。問題はここだよね。問題はここ。ここ盲点だったかもしれないね。あんまりここに関して述べてる人は少ないかなと思う。ガソリン代の予算は2万円だったんですけど、実際にかかった費用は、約4万5000円です。倍以上ですね。想定外だったよね。いや、想定外だね。いや、物価高とはいえども、もちろんガソリン代も高いだろうとは想定したけど、日本だったらレギュラーガソリン1リットル170円ぐらい、ちょっと出発前の僕の記憶なんで、今もうちょっと上がってたり下がったりするかはちょっとわからないんですけど、170円ぐらいで考えてみました。もちろんそこからちょっと上がるだろうなと思ったんですけど、実際来てみてびっくりしたのはリッター、360円します。信じらんない。これ一番安いところで、僻地に行けばリッター400円とか全然あります。びっくりした。びっくりしたね、本当。びっくりした。
なので、もうガソリン代に関してはもう日本の倍以上です。だからヨーロッパ、車で旅してて思うのは、日本のガソリンが高いいえども全然海外と比べたら安い、本当にまだまだ安いなっていうのは思いました。これは想定外な出費でした。本当だね、はい、ちゃんと調べていけばよかったね。いや本当にそうだ。はい、であともう一つ想定外だったのが、駐車場代。ね、これはもう僕らの完全に下調べ不足っていうのはあると思うんだけど、意外と高かったね。高かったね、本当。アイスランドは一部観光地を除いて駐車場代が有料でかかります。でこれが私たちはトータル約13,000円以上で、交通費としては194,000円になりました。いや出費加算だね、ここは。高かったね。高かった。きつかったね、交通費。本当。ここはやっぱりちょっと予算が甘かったっていうのはありますが、ちょっと多めに行く方は費用を計算しておいた方がいいかなと思います。はい。次、宿泊費になります。はい。宿泊費は7万円に対して、今回は3480円です。約3万円。ここはだいぶ削れたね。削れたね。まず宿泊費に何がかかったかというと、今回ホテルではなく全て車中泊にしたので、車中泊するためのキャンプ場に泊まりました。その費用になります。ここも下調べ不足っていうのはあったんだけど、アイスランドは、車中泊をするといっても、どこでもしていいわけではないというのが、国で決められています。必ず指定された宿泊できる場所、キャンプ場が多いんですけど、キャンプ場で、泊まって寝泊まりしてくださいねというのが決められています。なのでそこのキャンプ場にかかる費用っていうのがプラスでかかってくる形になります。でそのため私たちも毎日キャンプ場に泊まっていたんですけど、この費用が高いよね。そうだって車止めるだけだからあとシャワーとトイレを貸してもらえるっていうのがあるんだけど、正直に3,000円ぐらいでいいかなと思ったんですけど全然違ったね。平均で1泊約5,000円かかっていました。これは本当に安いところを僕らは必死に探して泊まった金額なんですけど、高いところはもっと全然高いところはもう本当いっぱいあったね。高かったよね。高かった。なので車中泊といっても、プラスでやっぱりガソリン代と宿泊費、キャンプ場代っていうのはかかってくるので、ここはやっぱりちょっと見逃しがちになっちゃうんですけど、意外と、後々ブローのように効いてくる金額になるので注意してください。ちなみにアイスランドの回り方としては、レンタカーを借りる以外にバスを使用したり、あとはツアーを利用したりっていう方法もあるんですけど、ホテルの値段見るとめちゃくちゃ高いよね。ホテルが高い。高いよね。本当に安いところ探しても1泊2万円ぐらいっていうのがザラで、これ僻地になればなるほどそれが3万円4万円みたいな値段がどんどん上がっていくっていうのでダメだ、泊まれないってなってねさすがにこれ出せないわっていうので、車中泊で調べたらそっちの方が1日あたりかかる金額が低くなるっていうことで、僕らは、車中泊旅に変えました。あとレンタカーのいいところは、アイスランドは本当に天気がコロコロと変わるので、自分たちのタイミングでちゃんと観光地のところにアクセスできるっていうところがすごくいいなと思いました。ツアーに関してはもうスケジュールが決められてしまっているので、悪天候の中もそのスケジュールで決まってるから、もう行かなきゃいけないっていうような、雨降っててもカッパ着てでも行かなきゃいけないみたいな駐車場で待つことができないっていうのは結構大変そうだなって見てて思ったよね。思ったね。なので僕らは自由度が利くこの車中泊旅を、おすすめします。で次は、食費です。食費は予算7万円に対して16,000円です。もう逆にここの予算甘すぎないっていうぐらいいや削りまくったね、ここはね。もうここでしか浮かせれないと思ってね。アイスランドはもう毎日自炊、もう外食は1回もしてないです。してないです。レイキャビックなど大きな街を通るときにはスーパーに必ず寄って何日間分の食費を買いためて、僻地に行って、でなくなりかけたらまた大きな街に行ってスーパーに行くみたいな形で、毎日車内で自炊をしていました。自炊内容はお米を炊いたり、パスタを茹でたり、あとはお肉を焼いたりみたいな感じで、自炊をしていました。それこそパスタはヒロが湯切り失敗してそう落ちたものをもう一回洗って水消毒して食べたしね。それはもう言わないでよ。ね、やば。ごめんなさい。
まあでもそれぐらい1円でも削れるように自炊して頑張っていました。頑張りました。はい。ちなみにアイスランドのスーパーは、ピンクの豚さんスーパーのボーナスっていうところがすごい安いっていう風にネットとかにも書いてあって、最初の方は私たちそこに行ったんだけど、ね、みんなそこおすすめしてるよね。そうなんだけど、後半らへん見つけた、クローナンっていうなんかオレンジのキャラクターがいるところの方が私たちは好きで、そっちの方によく行ってました。そっちの方がなんか物としてもいいし、なんかいろんな種類が多かったなっていう印象があります。しかも安いしね。安かった。なので僕らはこの2つがおすすめです。はい。グルタビ。そして最後の項目、その他になります。はい。もうみんな気になってると思いますが。はい。この、その他の予想外の出費が88,000円です。大きい、もうここだよね、一番のオーバーした要因は。でまずこれが何かというと、一つ目は、ブルーラグーンです。そうブルーラグーンの費用入れてなかったんだよね、私たち。で思ったよりあれがやっぱ高かったんだよね。高かったね。でもね絶対に行きたかったから、ここはもうお金を出すべきと思ってここはお金を出しました。はい。このブルーラグーンにかかった費用が2人で33,000円になります。これは一番安いプランで、安い時間帯に行ったんですけど、安いプランでも1杯飲み物ついてるしね。あとドロパックもついてるし。ドロパックもついてるから、全然僕らはこれで満足できました。本当に行ってよかったよね。行ってよかったよ、本当。世界最大の露天風呂っていうのはもう本当にあそこでしかできない体験ですし、僕らも行く前からあそこには絶対行くっていうのは、入れてたらよく参加しとけって話なんですけどそこは僕らの甘さなんですけど、ここでしかできない体験なので、ぜひ行ったら僕らはブルーラグーン行ってほしいなっていうのがおすすめです。一応費用を抑えたい方にはブルーラグーン以外にもいくつかの温泉施設はあったので、そちらに行ってみるのもいいかなと思います。はい。でそれより問題は、その他の55,000円。なんなの本当に。55,000円の原因は実はタイヤをパンクさせていました。びっくりしたね。私最初気づかなかったんだよね、そのパンクが。本当に本編ではアイスランドのこの美しさを皆さんに絶対お伝えしたいっていうのがあったので、映像をあえて入れてなかったんですが、実は5日目のゴールデンサークルを回ってる時に、このタイヤパンクというのが起きていました。じゃあとりあえず映像流しますか、一旦。その時の様子をご覧ください。どうぞ。最悪だ。なんか走ってて異音するなと思ってね。電話してくれてる？話してくれる。優しい人が来てくれて電話してくれてます。とりあえずレンタカー屋さんに電話しました。そしたら多分レッカー的な感じ、レッカーというかこっちのロードサービスの方に電話してくれて、その方に今ちょっとつないで連絡取って。どうやってやんのこれ。ここにチェンジキットが入ってました。今スペアタイヤの取り方を学んでます。ありがとう、日産のホームページ。本当に何もわかんないわ。あ、わかった。どうだ。おわー、来た。来た。取り出せた。おー、動いた。無事外れた。普通に力技だった。なるほどね、そういうことか。お、はまった。イエーイ。お疲れ様。疲れた。もう日本でもこんなこと起きたらさ、もうお手上げじゃん。いや、なんかね、人間としての対応力が鍛えられた気がする。なんとかタイヤ交換って初見でできるんだ。いやー、様々な YouTube とサイトに感謝。いろんな悪事走ってたじゃん。もう、そうよ。ガタガタ道とか。まあだから誰かしらが引くんだろうね。そう、ガチャを引いちゃうんだろうね。いや、本当にもう、止まってくれて、優しく、電話かけてくれたりとか、俺らが作業してる時も、2組ぐらいかな、なんか止まって、大丈夫？どうしたの？みたいな、聞いてくれて。グッラークって言ってくれたね。本当に、
Have a nice day。そうそうそう。これで何事もなく走れると。信じてます、もう。では。お、晴れてきたよ。いいじゃん、いいじゃん。幸先いいわ。行くぞ。はい、ということで人生初のパンクとタイヤ交換まさかのアイスランドで。いやー、最初は本当どうなるかと思ったけど見よう見まねでね、ね、なんとかなってよかったね。ネット情報様々だよ。ありがとうございます。本当に助かった。でこのパンクしたタイヤの交換代として3万1000円が課されました。いやー、レッカー呼んだりとかすることを考えたら、まだ費用は抑えられた方なんじゃないかな。本当にそう。なんかいろんな人に聞いて、レッカー呼んだ方がいいよとか言われて、電話とかしたんだよね。そうそうそう、実際に僕らもアイスランドのロードサービス会社に電話して連絡した時に、ロードサービスからレッカー会社を呼ぶことはできるよっていうのは言われました。ただその仲介手数料として、そのロードサービス会社に1万5000円かかりますと。でさらにレッカー会社にかかる費用はそのレッカー会社に現地で聞いてねっていうのを言われたので、多分これでまた何万円っていうのがかかってしまっていたっていうのを考えたら、ここの2つの費用が恐ろしすぎるね、僕らのあの数時間の試行錯誤によって浮いたと考えると、むしろ安かった。そう、本当にそう安かったもん。1時間ぐらいの検討にはそれぐらいの価値があったっていうところ。ちなみに3万1000円のタイヤ交換はもうレンタカー会社に支払う金額なので、レッカー会社とは多分別でここはかかってくる費用になるので、ここは必ずかかるはずです。はい、ちなみに保険フルフルで入ってたらこの3万1000円も返ってきた金額なので、それも含めて保険は絶対にフルで入った方が良かったなと思います。はい、いや、なんかこう絶望から這い上がって生き返る感じ、サバイバル力が鍛えられた感じするよね。本当だね。旅してるって感じだよね。いや、本当そう。ね、ちなみにアイスランドではパンクは本当に日常茶飯事らしくって、実際私たちもパンクしてる人の隣をね通りすがった時とかもあったもんね。そう、直近で日本の方でアイスランド旅されてる方でパンクさせてしまいましたって方がいたりだとか、本当に日常茶飯事的に起きている。何も起きなかったらその保険代無駄になっちゃうんですけど、何か起きることが本当に多い国なので、そこはお守り代わりに入れといた方がいいと思います。もう一つの想定外の出費なんですけどこれも僕から言おうか。お願いします。僕から言おうか。スピード違反で罰金を取られましたはい、もう反省してます。反省しきった顔してます、ちゃんと。いやでもなんかこれはちょっとかわいそうだなと思って90キロ制限のところで、13キロオーバー103キロで取られたんだよね。まあとは言ってもオーバーはオーバーなので、そうね、もう本当に反省してます。この違反金として痛い2万3000円が飛んでいきました。さよなら。申し訳ないですでも私はね運転してもらってる身だから。いえ、これはもう旅行が終わった後にレンタカー会社からメールで来たんですけど、なんかメール来たなと思ったら PDF があって、なんだろうって見てみたら、しっかり僕の顔写真入りで何キロオーバーしてますよこの時って言ったので、もう逃れられない、本当だね勉強代と思って払いました。はい、おすすめの回り方になります。はい、私たちのおすすめの回り方としては、先ほどもお伝えしたようにキャンピングカーがおすすめです。はい、もちろん先ほどから言ってるパンクだとかスピード違反っていうリスクはあるんですけど、そのリスクを取る代わりに自由度が高いっていうのがこの特徴だと思うので、やっぱりアイスランドっていう天気がすごく不安定な国で、一番ベストな状況でそのスポットを回ろうとすると、このレンタカーを借りたりだとか車中泊するっていうのが僕らは一番ベストの方法なんじゃないかなと思います。はい、そしておすすめのコースですが、滞在できる日数によっておすすめのコースが変わってくるかなと思います。はい、私たちみたいに約1週間かけてアイスランドを回る場合は、アイスランドの南側を回る半周プランがおすすめです。1週間ぐらいがあれば余裕を持って、一番メインのスポットのゴールデンサークルだったりだとか、南側にあるセルリアントスポスだとかっていう滝のエリアだったりだとか、あと氷河エリア、ここを本当じっくり回ることができるので、私たちは1週間ぐらいだとこの半周プランっていうのがおすすめです。はい、滞在日数が3日4日しかないという方は、ゴールデンサークルをじっくり回るパターンか、南側の氷河だったり滝エリアを、回ってとんぼ返りで帰ってくるパターン
がおすすめかなと思います。はい、そしてアイスランドで滞在する日数が8日以上あるよっていう方はアイスランドをぐるっと一周するリングロードトリップっていうのをおすすめします。リングロードトリップ、私たちもねもう少しね日数あったらやってみたかったよね。やってみたかったね。今回私たちはちょっと行けていないんですが、北側にはもっともっと荒々しい景色があったりだとか、それこそ今回行けてないマグマのエリアだったりだとかっていうのが南側とは全く違う景色がまた見れるので、北側のエリアっていうのもおすすめです。はい、でも調べた感じで言うと、かなり南側の方に観光スポットが寄ってるなっていう印象だったので、時間がここまで取れないっていう方は、私たちのように南側を半周ぐるっと回るツアーもおすすめかなと思います。最後はブルーラグーンによってね帰ってくださいね。最後に私とあやが選ぶそれぞれのおすすめスポットをご紹介させていただきたいと思います。じゃあまずあやが選ぶおすすめスポット、発表どうぞ。はい、私のおすすめするスポットは滝と虹のコントラストがめちゃくちゃ綺麗だったスコーガフォスです。もうね光が当たった瞬間もう 100% 虹が出るの。その虹と滝のコントラストが本当にかっこよくって、もうね晴れた日に絶対に行ってほしいスポット。いや本当だね、滝を上から見えるっていうのもまたすごかったよね。上からも下からも見れるっていうのも含めて、私はすごいあそこのスポットが好きでした。いや私もそこはおすすめします。じゃあ、私が選ぶ、おすすめスポットですが、俺は氷河エリアだな。いやそうね、氷河エリア。氷河捨てがたいと思った私も。中でもやっぱダイヤモンドビーチはすごかったな。もちろん氷河を遠くから俯瞰して見るエリアもすごく綺麗なんですけど、やっぱそれよりも近く見えて、なおかつ氷河の青々しさ、水ってこんなに青くなるんだっていう感動がすごかったな。本当にすごかった、あの景色はもうなかなか地球上じゃ見れることができるスポットが少ないんじゃないかなと思うので、唯一無二っていうところもあって僕はそこをおすすめします。野生のアザラシもいるしね。本当だね。でもさ一番はさやっぱりブルーラグーンじゃない？あら天国ですあれ。そうだね。でも共通の第一にしとこうか。もうブルーラグーンは絶対行ってください。あそこは本当おすすめです。今回アイスランドのまとめということで6泊7日の滞在の詳細をお伝えしました。このアイスランドは地球上の中でもトップレベルの絶景が点在していて本当に楽しい国でした。はい、人生で絶対行ってみたい国っていうのは行く前から思ったんですけど、いろいろトラブルはあったものの本当に行ってよかったなって思える満足度の高い国でした。行ってほしいみんなに。ここはすごかった。本当にすごかった。ぜひ皆様も一生に一度はアイスランドに行ってみることを強くお勧めします。本当に素敵な国でした。はい、次回からはそんなアイスランドからヨーロッパドイツに移動しヨーロッパ大陸編が始まります。はい、ヨーロッパの観光方法としてはちょっと珍しい方法で観光をしてきたので、ぜひその様子もお楽しみに。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけたらとっても嬉しいです。インスタグラムもやってます。フォローお待ちしてます。それでは次回の動画もお楽しみに。